ウィミックスというちっちゃな木の小人たちがいた。みんなエリという彫刻家が彫ったんだ。エリの仕事場は小人の村を見下ろす丘のてっぺんにあった。ウィミックスはみんないろんな格好をしていた。おっきな鼻をしたのにおっきな目をしたの。のっぽくんにおちびさん。帽子をかぶったのに上着を着たの。でもみんな一人の彫刻家に作られて同じ村に住んでいた。そして毎日朝から晩まで同じことをしていた。シールをくっつけ合うんだ。ウィミックスはみんな金ピカのお星様シールと醜い灰色のダメ印シールを別々の箱に入れて持っていた。小人たちは町中どこででも通りのあちこちでお星様とダメ印をくっつけ合って暮らしていたんだ。つるりと滑らかな木でできて絵の具もきれいに塗られたかわいい小人たちはいつもお星様をもらっていた。でも木がデコボコだったり絵の具が剥がれていたらダメ印をくっつけられるんだ。才能のある小人たちもお星様がもらえた。頭の上まで大きな棒をひょいっと持ち上げたり、高く積んだ箱を飛び越えたりできる小人がいたんだ。難しい言葉を知っているのや素敵な歌を歌えるのもいた。そんな小人にはみんなお星様をくっつけていった。お星様だらけのウィミックス登場。お星様もらうと気分は最高。またすごいことしてお星様が欲しくなってくるんだ。だけど何にもできない不吉祥な小人もいた。そんな小人たちは醜いダメ印をくっつけられたんだ。パンチネロはそんな小人の一人だった。みんなと同じように高く積んだ箱を思い切って飛んでみた。でもいつも失敗ばかり。みんな寄ってきてダメ印をくっつけていった。ある時は失敗したばかりか木にかすり傷。またダメ印をくっつけられた。一生懸命言い訳をしようとしたけどつまらないことを言ってしまってまたダメ印をくっつけられた。しばらくすると体中醜いダメ印だらけ。お家から出るのが嫌になった。帽子を忘れやしないかな。水たまりに落ちたら大変だ。ヘマをしたらまたダメ印だ。そんなことが心配でたまらなくなった。だってパンチネロはもうすでにたくさんの灰色のダメ印をつけていたから、みんな珍しそうに寄ってきてまたおまけをつけていったりするんだ。やつはダメ印だらけがお似合いだな。木の小人たちはみんなでそう言ってからかった。あいつはダメな小人だからな。パンチネロはみんなからそう言われても仕方がないと思うようになっていった。どうせ僕はダメなウィミックスだから、そうつぶやいた。外へ出ると同じようにダメ印をいっぱいつけたウィミックスたちと一緒にいたんだ。その方がずっと気が楽だったからね。ある日パンチネロはウィミックスらしくないウィミックスに出会った。お星様もダメ印もつけてないんだ。木のまんまだった。名前をルシアと言った。みんなルシアにもシールをくっつけようとしたけどつかなかったんだ。あるウィミックスはダメ印が一つもないなんてすごいねと駆け寄ってルシアを褒めた。そしてお星様をくっつけようとしたけど落ちてしまった。今度は別の小人がやってきて、
お星様を一つももらってないなんて。とバカにしてダメ印をくっつけようとした。でもそれもやっぱりくっつかない。僕もあんな風になりたいなとパンチネロは思った。もう誰からもいいとか悪いとか言われたくないよ。それでシールのつかないあの子にどうすればいいのか聞いてみた。それなら簡単とルシアが答えた。毎日エリに会いに行くのよ。エリ？そう、エリよ。彫刻家のね。仕事場へ行って一緒にお話しするのよ。どうして？自分で確かめてくれば？丘のてっぺんへ行くのよ。すぐにわかるから。そう言ってシールのついていないウィミックスはスキップしながら言ってしまった。でも僕なんかに会ってくれるかな？パンチネロは叫んだ。ルシアにはもう聞こえなかった。それでパンチネロはお家へ帰ったんだ。窓のそばに座って木の小人たちがちょこちょこ急ぎ足でお星様やダメ印をくっつけ合っているのをじっと見ていた。あんなの変だよ。そう独り言をつぶやいた。そしてエリに会いに行こうと決めたんだ。パンチネロは細い道をテクテク登って丘のてっぺんの大きな仕事場の中へ入っていった。何もかも大きくて、そりゃ木でできた目はまん丸になった。背の高さほどもある腰掛けがあった。仕事台の上を見るのに背伸びをした。腕くらい長い金槌が置いてある。パンチネロは一生懸命驚きをこらえた。やっぱり装った。くるっと向きを変えて帰ろうとしたその時、名前を呼ぶ声がした。パンチネロ？それは低い大きな声だった。パンチネロは立ち止まった。パンチネロじゃないか。会いに来てくれたんだね。こっちへ来て私に顔を見せておくれ。パンチネロは恐る恐る振り返って大きなおひげの職人を見上げた。僕の名前を知ってるの？ちっちゃなウィミックスはそう聞いた。もちろん知ってるさ。私がお前を作ったんだからね。エリはかがみ込んでパンチネロを拾い上げ仕事台の上に置いた。作り主は醜い灰色のダメ印を見て思いやり深げに言った。ずいぶんたくさんつけられてね。そんなつもりじゃなかったんだよ、エリ。僕一生懸命やったんだ。ああ、何もかも分かっているよ、愛しい子。他のウィミックスがお前のことを何と思うと構いはしないさ。本当？本当だとも。お前だって気にすることなんかありゃしない。お星様やダメ印をつけていったのは一体誰だい？みんなお前と同じようなウィミックスじゃないか。みんながどう思うかなんて大したことじゃないんだ、パンチネロ。問題はね、この私がどう思っているかということだよ。そして私はお前のことをとても大切だと思っている。パンチネロは笑ってしまった。僕が大切？どうして？だって僕歩くの遅いし、
飛び跳ねたりできないよ。絵の具だって剥げちゃってる。こんな僕のことがどうして大切なの？エリはパンチネロを温かく見つめた。そして彼のちっちゃな木でできた肩にそっと手を置いてゆっくりとこう言ったんだ。それはね、お前が私のものだからさ。だから大切なんだよ。パンチネロは今まで誰からもこんな風に見られたことはなかった。まして作り主からこんな風に言われるなんてね。嬉しくて言葉も出なかった。毎日お前がここへ来てくれることを願って待っていたんだよ。とエリが言った。シールを一つもつけてない小人に会ってね。それで来たの。パンチネロは言った。ああ、知っているとも。お前のことを話してくれたよ。どうしてあの子にはシールがくっつかないんだろう。作り主は優しくこう話した。それはね、私の思うことの方がもっと大事だとあの子が決めたからなんだよ。みんながどう思うかなんてことよりもね、シールがくっつくようにしていたのはお前自身なんだよ。どういうこと？どんなシールがもらえるかってことを気にしていると、シールの方もお前にくっついてくるんだ。お前が私の愛を信じたなら、シールなんてどうでもよくなるんだよ。よくわかんないな。エリはにっこり微笑んだ。今にわかるよ。時間はかかるがね。こんなにたくさんダメ印をつけられてきたんだからね。ともかくこれから毎日私のところへおいで。私がお前のことをどれくらい大好きだか忘れないようにね。エリはパンチネロを仕事台の上から下ろして床の上にそっと置いてやった。忘れちゃいけないよ。外へ出ようとするウィミックスにエリはこう言った。この手で作ったからお前は大切なんだってことを。それから私は失敗しないってこともね。パンチネロは立ち止まらず心の中でこう思った。ありゃ本当だぞ。そしてその時、一つのダメ印が地面に落ちた。